昔勤めてた会社の同僚ですげえ仲のいいやつがいて、神奈川くんって言うんですけど、よく仕事帰りに二人で飲み歩いてたんですよね。ある時、なんかの話のきっかけで幽霊がいるいない、そんな話になったんですよ。で、神奈川くんが、俺ね、ちっちゃい頃に幽霊見たことあるんですよって。その時に聞いた話が、怖いというよりはやるせない気持ちになる、そんな話なんですけど、今回それを動画にしてみました。神奈川くんは僕の2歳か3歳年上だったと思うんですよね。その彼が小学校1年生の時の話っていうので、ちょうど昭和から平成に切り替わったぐらいの年、1989年頃の出来事だと思います。その頃の日本ってまだギリギリ好景気なのかな、バブル。だけど若い夫婦とかって子供が中学校に上がる前までにマイホームが欲しいって夢があると思うんですよね。だから計画的にマイホームを買う頭金を貯めるために安い賃貸物件を借りるっていうのが一般的だったのかな。確かにうちの両親なんかもそんな感じだったんで、神奈川くんちは地方のちょっと田舎の木造平屋建てってあるじゃないですか。ちょっと広い敷地の中に同じ建物の平屋建てが何軒か並んでる、そんなところの一軒を借りて住んでたんですって。その年のゴールデンウィークぐらいに隣の借家に単身世帯っていうんですかね、お母さん一人と子供一人、母子家庭の親子が引っ越してきたんです。その家の子がかなこちゃんって言って、話を聞くとどうやら同い年だと。じゃあ同じ学校の同じクラスになるねって、田舎なんで1学年に1クラスしかなかったらしいので、ちょっと神奈川くん嬉しかったんですって。その引っ越しの挨拶に来た時にその話を聞いて、新しい友達ができたと。同級生が近所に住んでなかったからちょっと心細かったんですって。だけどかなこちゃんが引っ越してきたことによって、学校に行く登校班とか下校班とかそういうのも一緒だし、何より家に帰ってからも遊び相手がいるっていうのが嬉しかったっていうんです。家の近さで言えば軽自動車1台分ぐらいのスペースしか空いてないって、その先の建物がかなこちゃん家だから、毎日のように一緒にいたと。だから俺よく知ってるんだけどって神奈川くん。かなこちゃんママが20代前半ぐらいの若いお母さんなんですって。だけど化粧がちょっと濃いというか、香水の匂いプンプンさせてるような、ボディコンスーツみたいの着てて、シングルマザーなんで働きに出てるっていうのは分かってたんだけど、子供ながらにも遊んでる風に見えたっていうんです。神奈川くん曰く、かなこちゃんママってほとんど家にいなかったと思う。だから夜遅くまでかなこちゃんってうちにいたし、うちの母親なんかもかなこちゃんをちょっと心配してた節があったっていうんです。ただたまに帰ってくるとものすごい勢いでかなこちゃんを怒鳴りつけてたりとか、庭先で正座させていたりとか、あんたもう外にいなさいって怒鳴られて、そのまま外に締め出されていたりとか、ママごめんなさい、ママごめんなさいって泣いてるかなこちゃんを見かけることもあったっていうんですね。ある時、あんたなんか産むんじゃなかったよって聞こえたんですって。それを聞いた神奈川くんのお母さんが網戸をガラガラって開けて、そういう言い方はないと思いますよって注意したんですって。それってしつけじゃないでしょうって。そしたらかなこちゃんママが、うちのことに口出さないでもらえますかってちょっと言い合いになったっていうんですね。そんなのも俺よく覚えてるし、普段家にいるんだかいないんだか分かんなかったけど、帰ってくるとかなこちゃんはすごい折檻してる。そんなのを知ったのが6月ぐらいの話なんだよねって言うんです。ある時、うちの母親がさ、かなこちゃんにご飯ちゃんと食べてるかって聞いたら、コーンフレーク食べてますって言うんですって。学校から帰ってきて家で遊んでる時に、かなこちゃん夕飯何食べるのって聞いたら、コーンフレーク食べますって言うんですって。かなこちゃん、コーンフレークしか食べてないのって聞いたら、そうですって言うから、うちの母親が不憫に思ってハンバーグかなんか焼いてくれて食べたんだけど、
その日の夜にかなこちゃんママがうちに怒鳴り込んできたんだよって。勝手にうちの子に飯食わすんじゃないっつってブチギレてるんですって。で、今思うとちょっと目とかいっちゃってるような顔してたんだよねって。うちの母親は元ヤンだから結構強気なんだけど、かなこちゃんママに言われてちょっと怯えた顔してたから尋常じゃなかったんでしょうね。かなこちゃんママちょっとおかしい人かもしれないって神奈川くんのお母さんがお父さんに相談してたのを聞いたって言うんです。それが7月頃の話。その頃ぐらいからかなこちゃん家の家の雨戸が全部閉まるようになったんですって。ある日学校行く時にお互い時間になると外に出てくるんですけど出てこなかったと。玄関先でかなこちゃんって呼んでも出てこなくて、ちょっと待ってたんですけど出てくる気配もないし、なんかもう家の中に人がいる気配がしないんですって。だけどかなこちゃんママの車はすぐ横に止まってるから出かけてるっぽくもなかったと。遅刻しちゃうんでとりあえずその日は学校に行ったんですって。で、学校で担任の先生にかなこちゃんってなんで休んでるんですかって質問しても先生もわからないって言うんですよ。連絡は特にもらってないんだよねって言ってて、逆に神奈川くん知らないって聞かれたと。不思議に思うじゃないですか。なんでだろうって。学校が終わって家に帰ってからもかなこちゃんかなこちゃんって呼んでみた。それでもシーンと静まり返ってるんです。そんな日が3日ほど続いたんです。その日がちょうど七夕の日で、給食で七夕ゼリーが出たんです。七夕ゼリーって1年に1回出るご褒美おやつみたいな感じじゃないですか。だから神奈川くんも喜んで食ってて、その日の帰りに担任の先生に神奈川くんちょっと来てって呼ばれて職員室に連れてかれたんです。学校でもかなこちゃんがずっと休んでるから心配だってことで、その担任の先生は今日夕方ぐらいにかなこちゃんって行くんだけど、近所とかで見かけたりしてるって聞かれて、いやわかんないですって、うちのお母さんとかは旅行かなんかに出かけちゃったんじゃないって言ってましたけどって言って、あらそうって担任の先生が言って、これね七夕ゼリーなんだけどかなこちゃんの分取っといたからもしかなこちゃんがいたら渡しといてって言われて、先生も夕方ぐらいにかなこちゃん家行くんだけどぬるくなっちゃうとあれだからって、まだ冷たい状態なんでこのままいたら渡してって、いなかったら食べていいからねって言われて七夕ゼリーをもらったと。で、先生分かりましたって言って家に帰ったんですって。そしたらかなこちゃんが玄関のところにいたんです。かなこちゃんって言いながら近づいていって、最近ずっといなかったけどどうしたのって聞いてもなんか答えてくんないんですって。で、手に持ってた七夕ゼリーをね、これかなこちゃんの分だって担任の先生が渡してねって言ってるから持ってきたよって言って、そしたらありがとうって言うんだけど、私もゼリー食べれないから神奈川くんが食べていいよって言って返されたと。で、なんかちょっと様子がおかしいんですよ。体調が悪かったのねえ、なんで休んでたのって聞いても答えてくんなくて、でかなこちゃんが私ねまた引っ越すことになったの、神奈川くんねよくしてくれたからこれあげるって言って、チャーミングシールってわかりますか？名札につけるプクプクした、デコレーションシールっていうんですかね。あんなのが子供の時に流行ったんですよ。だけど神奈川くん田舎の子だったんでチャーミングシールって知らなかったんですけど、なんかハートの形してたりとかキラキラしてるんで、綺麗なシールだからもらったんです。ありがとうって言って。で、どこに引っ越すのって、いつ引っ越しちゃうのってちょっと悲しくなって聞いたんですって。だけどそれも答えてくれなくて、でしょうがないからこの後先生が夕方ぐらいに来るって言ってたよって、また話そうねって言って、分かったってお互い自分の家に入っていったんですって。で、家の中で七夕ゼリー食べて、でその日友達と遊ぶ約束があったから出かけて、で夕方ぐらいに家に帰ってきたら担任の先生がもう来てて、かなこちゃんいたって聞かれたから、さっきいましたよって答えて、だけどなんか出てこないんですって。トン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 扉叩いて担任の先生もかなこちゃんとか名字呼んだりとかしてるんだけど、もうシーンと静まり返ってる。でそれをたまたま通りかかった大家さんが見てて、どうしましたって声をかけられて、担任の先生が説明して、母子家庭ですしちょっ
と心配で来たんですって言ってて、でもいらっしゃらないみたいなんですよねって。このお隣の神奈川くんが言うにはお昼頃にいたって言うんですけど、いつ頃帰ってくるか分かりますかみたいなのを大家さんと立ち話してたんですね、担任の先生が。もしかしたら窓も閉め切ってますし、中で倒れてるかもしれないっていう話になって、あ、そりゃいけないねってことで、大家さんが鍵持ってきちゃったんですよ。で、鍵開けてドアバッて開けた時に大家さんが、ああ、こりゃダメだって言ったのが聞こえたと。で、担任の先生がくるって後ろ向いて、神奈川くん、お家の中にいた方がいいよ。早く帰りなさいって言われて、怖くなって戻ったんですって、家の中に。そっからもうすぐパトカーが5、6台来て、まあ大騒ぎになっちゃったんですよ。結局、かなこちゃん中で死んでたんです。さらに、かなこちゃんママも中で死んでたんです。しかも亡くなったのはどうやら3日ほど前で、遺体もちょっと痛み出してたと。で、なんで死んだかっていうと、これ一家心中なんですって。かなこちゃんママって薬物依存だったんです。覚醒剤を常習しているような人で、まずかなこちゃんを絞殺して、その後にお風呂場で動脈切って自殺してたんですけど、遺書があって、で、やっぱ子育てに悩んでたと。仕事もうまくいってなかったみたいで、ストレスも溜まってたのかわかんないですけど、覚醒剤も依存してて、もう生きててもしょうがないみたいなことが書いてあったんですって。で、一応事情聴取とかも受けたんですって、お父さんと一緒に。だけど俺の場合は、心中自殺の線が硬かったのと、子供の見間違いだって済まされちゃったけど、あの日見たのは絶対かなこちゃんの幽霊だったんじゃないかなと思ってる。だから幽霊っていると思いますよって神奈川くんが言うんですよ。で、その後に連帯保証人の人なのかな、遠い親戚だっていう人がその家の家具とか片付けに来たんだけど、かなこちゃんちね、おもちゃなんか一個も持ってなくてさ、俺にくれたチャーミングシールがさ、多分宝物だったんじゃないかなと思うと、けなげでさ、やるせない気持ちになるんだよ。ちょっと泣いてるんですよ。で、お葬式なんかもちゃちゃっと終わっちゃって、僕らも出席できなくて、で、お墓の場所だけ聞いたんだけど、無縁仏みたいなちっちゃいお墓に入っててさ、ってもらったチャーミングシールを墓前にお供えして、だから俺毎年七夕の季節になるとこの話を思い出してね、やるせない気持ちになるんだよなって言いながら、神奈川くんが手前にあったビールジョッキを一気飲みしてました。そんな話を昔聞きました。ご視聴ありがとうございました。